皆さんこんばんは、おじいです。本日の作品は、無労再生、二人のおばさん。1、カニと機械。子供のくせにどうして高田のおばさんの家にたびたび遊びに行ったかといえば、それはおばさんが話しぶりも優しく、子供の嫌がるようなことを言わないからであった。子供の嫌がることを言うおばさんはいつも決まって意見がましく、つべこべと叱るような調子で物を言うからである。高田のおばさんの家は大工さんだった。大工さんだったから、坂の上に家を建てて住んでいたが、その家は妙な家で、坂の上であるから2階が普通の家のように、道路からすぐ入られる土間になっていたが、中に入ると階下が崖をえぐり抜いて出来上がっていた。ちょっと見ると平屋であるが、実際は2階であった。その坂の上からすぐ大川になり、崖が続いていて、飲料水を取るために、清水の湧く崖の上手から掛火を引いてあって、その掛火の水がおばさんの家のお勝手に年中注いでいた。良平はおばさんの家に行くと、すぐ掛火の元である清水の湧く上手に、崖を伝ってカニを捕まえに行った。清水の湧くところは小さい泉になっていて、じくじくした土の穴の中に、爪の赤い小さいカニがたくさんにいた。桜の花弁くらいしかないカニは、おばさんから借りたどんぶりに7つ8つも捕まえると、どんぶりが白い陶器の地の色であるから、カニの格好がことさらに美しく見えるのである。良平はカニというものの10本の足が、よくもあんなにたくさん必要なものだと考えていた。人間は2本あればたくさんなのに、カニは10本もあって、しかも皆同じ足なのであるから、驚く。まるであれは機械じゃないかしら。機械というものも、やはりカニの足から考えついたのかもしれない、と思っていた。良平は好きなカニを捕まえると、崖を伝っておばさんの家に戻り、おばさんの座っている長火鉢の向こう側に座り、丼の中を登っては滑り落ちるカニを見ながら、おばさんの焼いてくれるかき餅の硬いやつをポリポリかじるのである。おばさんの家には年中かき餅が正月からしまってあって、良平が遊びに行くときっと2枚だけ焼いてくれるのである。かき餅は正月からあるのだから石のように硬い。それを噛み締めると蜜のように甘い。おばさんはどんな話をしてくれたか覚えていないが、おばさんの顔は大きく、いくらか四角な感じで、目は細く、物の言い方がのんびりしていて、せかせかしていない。良平の顔を見るだけで、他のものを見ないで話をするのである。これはおばさんだけに限られたことではなく、大人というものは、子供と話をするときには、なぜかじっと子供の顔ばかり見つめるものである。おばさんもそうである。なんだか始終ニコニコして気の長そうな話しぶりなのである。そんな時にカニは丼の中を滑りながら歩いていて、それを良平は楽しく見ながら、おばさんの顔はなんて四角いのだろう、と思うのである。高田屋という大工さんは良平の家に来る大工さんで、いつでも半分居眠りしているように、何を言っても、うん、返事をする人である。お金がたくさん取れると、自分の坂の上の家に、今度は本当の2階を建てるのだと言って、材木を崖の上にたくさん積んでいた。良平は、そんなら、今度は3階の家になるんだね。と、おばさんに言うと、3階ではなく2階の家ですよ。
ここは普通の家のように平屋だから、これに建て増しをしたら二階家になるのだ。というが、良平は階下を加えると三階だから三階の家だ。と言って聞き入れなかった。どう考えてみても三階の家であった。夏も春も景色が見られていい家であったが、冬は寂しく人通りも少なく、雪は深く積もっていて、おばさんとおじさんとはこたつに当たりながらひっそりと日を暮らしていた。秋にならない前に三階の家が建って、それですっかりおじさんは安心してしまったのか、急にすることがなくなったのであろう。良平が行くと新聞を読むか、こたつに当たっているかのどちらかで、例によって何を言っても、と返事をしていた。人の言うことを聞いているのか聞いていないのか、よくわからないようなおじさんだった。雪がいよいよ深くなると、もうこたつから離れないでいた。おばさんには子供も親類もないらしい。そして冬は、大工さんは北国では仕事を休まねばならないほどの大雪の日が続くのである。おばさんはいつ死んだのか知らない。知ったのは3年も4年も後であった。おじさんは別のおばさんをもらってから、良平の家には出入りしなくなり、良平も別のおばさんを見に行く機会がなかった。先のおばさんほどいい人ではないのであろう。2、本と板切れ。良平の家のすぐ前に、一軒の指物屋があった。タバコ本とか、引き出しのある箱とか、茶棚とかを作る家だった。そこのおばさんは箱を磨くとか、タバコ本にろうをつけてこするとか、カンナくずの掃除をするとか、そんな仕事をして、おじさんの手伝いをしていた。やはり目が細く、なりが高かったが、いつでも良平はそこでおばさんに着物のほころびを縫ってもらっていたが、おばさんはそんなことをめんどくさそうにはしない。良平が用事もないのにふらりと入ってゆくと、おばさんはきっと呼んで、帰ろうとする良平に言った。あ、ちょっと、着物がほころびているから、縫ってあげよう。良平は着物を脱ぐわけにはいかないから、いつも着たまま縫ってもらうのであるが、おばさんは決まってこう言った。脱ぎました、と言うんですよ。脱ぎました。それでいいわ。着て縫うときはいつでもそう言うんですよ。誰かが聞いていますからね。誰が聞いているの？針の神様なんですよ。着ていて縫うことは針の神様に悪いからね。良平は不思議な気がしたが、やはり脱ぎましたと言った方が安心であった。お茶の時に鉄瓶を敷居の上に良平はある時に直に置いたことがあった。鉄瓶の底が焼けて熱かった。良平さん、敷居というものには親の額があるんですよ。だから熱いものを置いてはいけません。親の額って変だな。親の額のように大切なところだということですよ。そう。鉄瓶でも重納でも日に焼けたものは置かない方がいいね。それ以来、良平はよくわからなかったが、敷居の上に鉄瓶を置かないことにした。おばさんが本当のことを言ったかどうかわからないが、敷居に家の神がいるということ、親の額みたいだということが長い間忘れられなかった。おばさんはどんな虫でもすぐに殺すことがなかった。つまんで庭に捨てていた。そして殺すなとは言わなかった。殺さん方がいいと言った。
殺さない方が気が楽だったから、これもおばさんの言う通りに、アリでもクモでも大抵つまんで捨てた。冬の雪が溶けると、道路が悪くて歩けなかった。足田というものを田舎では未だに履いているので、雪の塊や水たまりでよく転ぶのだった。転ぶと膝のところに泥がくっついて、そのまま帰ると、良平は母に叱られるのが怖かった。良平はもらい子であったから、母に好かれなかったし、母は叱ってばかりいた。着物に泥をくっつけて帰れなかった。良平はそこで、おばさん、また転んでしまった。と言うと、おばさんは、よく転ぶ子だね。と言った。こたつに膝のところを入れて乾かすんです。乾いたら、揉んであげるから、転んだことがお母さんにはわかるまい。おばさんはしばらく経ってから、ぴったりと泥水の乾いたところを縁側に持って行って、揉んでくれるのである。泥なんか調べてみてもわからなかった。良平は母親から小言を食うことがなくなったので、おばさん、ありがとう、と言った。良平は冬は何もなかったが、夏は庭が広いので、杏子とか青い梅とかビワとかを母に隠れてもいでいっておばさんにやっていたが、そんなことをするのが恥ずかしいので、茶の間の茶棚の上に置くと、置いたともあげますとも言わないで、黙って帰っていた。おばさんも黙っておじさんと一緒に食べていた。大きくなったらおばさんに何をしてあげようかな。良平は機嫌の良い時にそんなことを本気になって言っても、おばさんは取り合わなかった。あんたが大きくなったって、こちらが生きていられないからダメですよ。そんなことはない。人間は大きくなると皆忘れてしまうからダメ。あんたはそうじゃないにしてもね。普通はみんなそうなんですよ。おばさんの言うことが、良平には大人らしいことだったので、子供を信じてくれない物足りない頼りなさが感じられた。良平が叱られていると、おばさんは向かいの家からすぐ飛んできて、自分の家に連れて行った。そして良平の母にこういうのが常であった。ごめんなさいと言っていますから。良平は決してごめんなさいと言った覚えがない時でも、おばさんは良平に代わってこう言った。そしておばさんは引きずるようにして、家に入ると別に何も言わないで遊ばしていた。良平はおじさんのカンナくずで船を作ったり、美しい紙のようなカンナくずを集めたりして遊んでいた。おじさんは怒るように言った。子供ばかり叱ったって何にもならないじゃないか。ほころび一つ縫ってやるじゃないさ。おばさんは例ののんきそうに言った。あの人はあの人でいいのさ。子供だって大きくなるんだから、一生叱っているわけにいかない。おばさんとおじさんの間には、やはり子供というものがなかった。それだから、良平を可愛がっていたいわけではない。ただ、なんとなく良平が行きさえすれば、嫌な顔も、また特別に歓迎してくれたわけでもなかった。おじさんはたまに、ついでのある時には、藁の靴を作ってくれた。雪の道を歩く時には、藁靴は暖かくて、ポカポカしているからだった。おじさんは年中板切れを削っていた。どんな小さい板切れでも大切にしまっていて、家の中は天井にも棚にも隅の方にも床の上にも家の入り口まで板の束や板切れが立てかけてあった。あんなにたくさんの板切れを貯めておいて、
一体どうする気だろう、と良平は考えていたが、おじさんは仕事最中に小さい板切れがいる時があると、小さい板切れを積んである中から探し出していた。どんな板切れでもちゃんと覚えているのが、良平には珍しい気がした。ちょうど良平が小さい汚れた本でも、本という名のついたものを大切にするようなものではないかと、おじさんの板切れのことを比べてみていた。良平は雑誌などは閉じ目の壊れたのでも、半分しかない本でも大事にしまっていたから、きっとおじさんの板切れも、おじさんの本のようなものだろうと考えるようになっていた。良平がいくつの時だかわからないが、指物屋さんはどこかへか急に越してしまって、行く先がわからなかった。訪ねようと思っているうちに、良平はおばさんが言っていたように、何もかも子供だったからであろう。みんな忘れてしまった。おばさんが生きているのか死んでいるのかもわからなかった。良平が大学を出た時に、おばさんが生きているわけがなかったからだ。